荻野千尋は本作の主人公で、小学校4年生、年齢は10歳。千尋のビジュアルは序盤は意図的に目を小さく描いており、中盤以降は徐々に目を大きくし、宮崎作品のヒロインに近づけられている。湯婆婆との契約書に自分の名前を書くシーンでは、荻ではなくと書いている。ラストシーンの元の世界に戻り、銭場にもらった髪留めが光るシーンでは、千尋はすでに白も油屋も全て忘れており、絵コンテには何故か心惹かれて呆然と見ていると書き込まれている。宮崎監督曰く、トンネルの向こう側の世界は行って帰ってきたらそれでおしまい、自分の記憶の中でも塞がれてしまう、そういう世界だと思うのですとのこと。この設定を知った後では銭場の一度会ったことは忘れないものさ、思い出せないだけでというセリフが違って聞こえますね。この白い神様の名前はお白様。劇中では千尋に付き添えなくなった凛に代わって湯婆婆のところへ行くエレベーターで千尋に付き添って油屋の従業員から守ってくれた優しい神様お白様が千尋を助けてくれたのには裏設定があり、お白様のモデルとなった神様は蚕の神、農業の神、馬の神であるとともに子供の神であり、大の子供好き。そのため千尋を守ってくれたお白様の声優は俳優の安田顕さんで、セリフはが2回。なんとも贅沢な安田さんの使い方ですね。大鳥様は卵から親に成長できなかったひよこの神様で、何らかの理由がありひよこで亡くなってしまったり、あるいは卵の殻の中で亡くなったヒナが神様になったとも。絵コンテには混み合って入浴しているそのコマにはツアー客と書き添えてあり、温泉宿にやってくる団体客をイメージしていることが示唆されている。確かにツアー客っている雰囲気が出てますね。作中ではほとんどモブキャラだが、愛らしい仕草やモフモフした見た目から人気キャラクターであり、グッズも販売されている。ちなみに崖の上のポニョにもそっと登場しているお腐れ様は千と千尋の神隠しに登場する神様の一柱。全身ヘドロまみれで凄まじい悪臭を放つ。その周期に青ガエルは気絶し、凛が調達してきた食事は一瞬で腐ってしまう。ちなみに絵コンテによると、千尋がお腐れ様から受け取った打賃は排泄物まみれとあり、千尋が受け取った瞬間にそう気立つのもうなずける。お腐れ様の正体は湯婆婆曰く名のある川の主で、体に刺さって抜けないトゲのようなものに千尋が気づき、湯屋一同で引き抜くと大量のゴミが溢れ出て、本来の姿である川の主が現れる。そして良きかなと言った後、大戸から飛び去り、千尋に荷が団子を与え、湯屋には心づけとして大量の砂金を残していった。この溢れ出たゴミは絵コンテによると凄まじいゴミの山、20世紀社会が生んだものと明記されている。ちなみにこのゴミを引き抜くシーンは宮崎監督が川の清掃中にヘドロの中から自転車を引き上げた実体験に基づくエピソードだそうです。湯婆婆が経営する油屋は八百万の神々を癒す湯屋という設定で、一見すると温泉や銭湯のように大浴場で疲れを癒しているように見えるが、実は仕切りのついた個室風呂で、このことについて宮崎監督は、そりゃいろいろいかがわしいことをするからでしょうねと語っている。湯屋は現在でいう風俗産業の一つで、宮崎監督曰く、今の世界として描くには何が一番ふさわしいかといえば、それは風俗産業だと思うんですよ。日本は全て風俗産業みたいな社会になってるじゃないですかと語っている。ちなみに江戸時代の吉原は、客と行為をするかどうかは客ではなく花魁が決めるという敷居の高いものだったが、対照的に湯屋は客を断らないというサービスで、お腐れ様のように汚くドロドロになっている客でも入店してしまった以上は風呂に案内して洗い、従業員が抜いて客が昇天して店を出ていくというシーンは湯屋の設定を露骨に描いていると思う。